去年の地震、今年の地震、そして水害、なんかそんなにいじめなくてもよくない？本当に誰がこんな試練を与えるのかって、ね、先週仮設の鍵をもらってやっとこの避難生活から仮設に入って、この大雨で床上浸水、いやもう絶望するでしょう、ね、これから借り入れだっていう状況で、本当に黄金の稲穂を見ていて、うわ今年もよかったと思っていたのに、それが全部なぎ倒される。わあ、そこ吹き出してる。田んぼも刈る前にやられちゃってる。こっちもいや、この辺だいぶ川になってたんじゃないかな。ほら、まさかこんなことになると思ってなかったんですよね。もうだからちょっと水害初めてすぎて分からなくて、でもなんか地震で大丈夫だったお家が水害で流されたりしてるので、本当に昨日はそこの和歌山川のところにもいろんなものがこう流れてくるのをこう目にしながらいたんですけど、ちょっともうここにあった水とかもわーっと出したので、今その水を持って行ってるので、携帯トイレもこれ全部携帯トイレだから一気に今日持ってってる。全部で3万回分のとりあえず今10個しか残してないから。今は足りない状態ではある。これから足りない。今はとりあえずこれで充足するかなとは思っていて、これから断水のその期間どれだけ長引くかで、今回は持ってたからすぐに出せたのが良かったなと思って、これからどんだけ続くかもまだ分かんないですよね。まだ被害の全容も全てつかめてるわけではないので、結構孤立が大変かも。さんっていうお家行くんですけど、もともとフォローしてて、昨日からちょっと連絡が取れなくて、行く場所がちょっと危険なんですけど、家がね流されちゃって道路ちょっと封鎖しちゃっているような状況で、途中までちょっと消防で救助してもらって、ちょっとその後うちでフォローするような感じでお迎えに行きます。お腹減った。こんなにね倒れてなかった。多分あれだね。どうしよう。もっと前まで行くか。うわー、土砂崩れ、すごい、あれは初めて。これ？どこにおんだろう。これ消防ってこれ。うん。すごい流れてるな。お家の中も水来た？上まで行かない。あ、本当。床下。そっか、床下か。大変だったね。はい。よかったね。荷物後から持ってきますからね。はい。いらっしゃい。はい。もともとね、お家行ってた方で全員連絡取ったんだけど、あそこがね、家が前に出てるってとこまでは知ってて、で連絡取れなかったから、もう行くしかないよね。やっと戻ってきたかな。そう、少しずつ今ね、解体も始まったり、道路も整備した時点でまた元に戻ったって感じで、これが地震の後すぐでしたので、皆さんね結構避難慣れはされておるんですけど、やっぱり水が出ない、電気が来ないっていうのが一番やっぱり心が折れる点、それが一番心配ですね。で、あとやっぱり高齢者の方がやっぱり体調不良を起こされると、どうしてもいろんな精神面もありますし、それが一番心配なんですけど、なんとか皆さん休まれるような環境づくりをこうして皆さんでしていただいて本当に嬉しいです。はい。